半四の夜叉姫46話で、リクがおそらくそのリオンの本当の思い、本心に気づいたところで、そのリオンに連れ去られてしまうという、ちょっとね、クスッとなるシーンがありまして、ここ何に気づいたのか意見募集したところ、いろいろコメントいただきましたので、今回このリクは一体何を言おうとしていたのか考えていこうと思います。まずありましたのが、このリオンは夜叉姫たち汎用に、自身を倒して欲しかったんではないかという説ね。これ、いろいろあったんだけど、細かい理由がね、みんなちょこちょこ違ってまして、一つはその妖霊長となり、父麒麟丸を討ち取った後に、自身も夜叉姫たちの手で倒してほしいという意味ね。僕もやっぱりその麒麟丸を倒すのならば、もうリオンでないといけないというか、もうリオンであってほしいというね、ところがあるんですが、でもリオンさん42話で麒麟丸と戦った時、首元までね、迫っていきましたが、父への情が、残っていたのか、それとも、リクのことを案じたのか、どちらにせよ麒麟丸にとどめを刺すことができておりませんでした。だから妖霊長というね、新しい力を手に入れることで、今度こそ、自分の手で麒麟丸を倒すが、その後は夜叉姫たちの手で私をね、倒してほしいと思っているのが、これ一つ目の理由でございます。これはですね、最初夜叉姫たちと出会った時に、刹那に麒麟丸との悪縁を断って成仏させてほしいと言っていたことからも、夜叉姫たちに自身を撃ってほしいっていうのは十分ね、考えられるとこだと思います。そして次の説が、これも夜叉姫たちに私リオンを倒してほしいっていうのは一緒なんですが、その麒麟丸を倒す前に、自身を倒してもらい、二度も汎用を手にかかることで、よりその麒麟丸に自身の無能さ、大切なものを今なお見失っているよっていうことに、気づいてほしいという説ね。先ほどもあったんですが、リオンが成仏するには、麒麟丸との縁を断ち切らないといけません。で、成長したね、今の刹那さんならまた違うかもしれないんですが、一度ですね、刹那さん断ち切るのに失敗しております。しかし、妖霊長と繋がることで、麒麟治が、麒麟丸が死んでも知らない体になっておりました。これがその麒麟丸との縁が、妖霊長の縁と、繋ぎ変わったという話ならば、逆にじゃあリオンは倒すことができる状態になったんではないかという可能性ね。ならば、改めてですね、リオンさんの最初の目的であった麒麟丸の呪縛からの解放を果たすことで、その麒麟丸に変化を、期待しているっていう話。そして、次が純粋にその夜叉姫たちに麒麟丸を討ち取ってほしいという思いだったんではないかという説ね。これまでも夜叉姫たちはリオンと共に麒麟丸と敵対はしていたんだけど、その理由として、大好きな世界を守るためっていうのがリオンさんありました。しかしそうではなく、ただただこの600年もですね、山に封じ込め、何の話も聞いてくれなかった父への、これまで恨みつらみを晴らすためっていうのがね、あったんではないかという話です。で、これね、ここまでの全体に言えるとこなんですが、ならば早くその麒麟丸をね、リオンさん攻撃したり、夜叉姫たちに倒されやすいようにするとか、リオン努力すべきではというとこなんだけども、あえて、リクに対し裏切ったような様子や、攻撃をすることで気兼ねなく夜叉姫たちに、倒してもらえるようにしているともね、考えられるし、公式ツイッターであったんですが、なんかそのリオンの思いによって、妖霊長っていうのは暴走状態なんだってさ。だから最初こそ、その自身の思いではあったんだけども、妖霊長に取り組まれることで、冷静なコントロールができなくなってしまったから、麒麟丸に攻撃するとかではなく、刹那諸刃にね、なんか攻撃するっていうね、ちょっとおかしいことになってしまっているのかも。そして、話戻りまして、続いての説なんですけど、今後のことではなく、そもそもリオンが逆さに殺されたのは、麒麟丸が戦うをやめてくれることを祈って、わざと殺されたとか、わざとではないにせよ死ぬことで、父が変わってくれるならば後悔はないとか、リオンが死んだ時のことを、リクさん言いかけたのではないかっていうとこ。これもですね、リクが連れ去られる直前に言っていた、リオンは自分を殺した逆さのことを恨む発言をしていない。そして同じ汎用であるトアをわざわざ頼りにし、残政権を託していたのをリクが気づいていた場面だったことからも、そのリオンの最初の死に通ずるね、発言である可能性は十分考えられます。そして、最後の説になるのがこちら。普通に汎用のことを恨んでいたのではないかという説ね。これは先ほど逆さを恨んでないとか、汎用のとわにね、残政権を託していたよとか、立派なね、ことを言っていたんですが、言うて、リオンさん汎用に殺されているわけなんですから、殺した本人ではないにせよ、同じ汎用に、恨みとは言いませんけど、少なからず苦手意識を持っていても全くおかしいことではないわけです。だから逆にその逆さのことを全く言わないっていうのは、もう怪しい。だからこれはその自分が汎用を恨んでいることを誰にもね、悟らせないためであり、残政権を託していたのも、本当に最初から汎用であるトワの体を乗っ取るつもりであったという。そしてこれまでね、それを気づかせないために、トワ、リグの前ではもちろん、その麒麟丸から、残政権を託された意味が、そのトワの体を乗っ取るためだよっていうのを聞かされた時すごい驚いていたけど、これもすべて、この暗い本心を隠すための演技だったとしたらですね、もう、最高ですよね。というのが、僕が考えたわけではなく、コメント欄にね、
ありました。はい。ということで、おそらくですね、次回そのリオンの本当の思いっていうものが明かされると思いますので、楽しみにしたいなというところで、リクの言いかけた、リオンの思いとはの話でございました。